こんにちは、誠です。今日は楽しみにしていた現地ツアーです。今、朝の5時前です。さすがにまだ外は暗いですね。トレジャーアイランドの横道でピックアップです。別のツアーのバスがすでに停車しています。ここでバスを待ちます。朝早いですが、すでに何人もいますね。乗車しました。今回はアンテロープキャニオン、そしてホースシューベンドへ行きます。ナショナルパークエクスプレスというツアー会社に申し込みました。お昼のお弁当がついて2人で518ドルでした。ただ、ガイドと運転手へのチップが別で必要です。それぞれ10から15ドルが基準みたいで、2人だとチップ合計は40から60ドルとなります。また、アンテロープキャニオンはナバホ族の方が案内してくれますが、ナバホ族の方へのガイド料金は含まれています。グランドキャニオンには以前行ったのですが、アンテロープキャニオンは初めてなので楽しみです。休憩地点に到着です。コーヒーが飲めてトイレ休憩ができます。ツアーは14、5時間で移動時間がほとんどです。駐車場からの景色ですが、とても遠くまで見えます。アメリカは広いなって思います。それではバスに戻って出発です。最初にホースシューベンドへ行きます。巨大な岩が一つだけあります。今度は平らな山脈のような岩です。渓谷ですね。到着しました。かなり広い駐車場です。この建物はトイレです。手洗いがないのでウェットティッシュは必須です。ここからホースシューベンドへ歩いていきます。昔の西部劇に出てきそうな広大な景色です。だいたい10分ぐらいの距離ですかね。さあ、ホースシューベンドに到着です。馬の蹄鉄の形に似ていることが名前の由来です。この位置は柵もないので少し怖いですね。ボートで回るツアーもあるようです。それにしてもすごい景色です。見れてよかったです。それではバスへ戻ります。ツアーに含まれている昼食です。サンドイッチ、ポテトチップス、クッキーですね。サンドイッチが大きいので十分満腹になりました。さあ次はアンテロープキャニオンです。アンテロープキャニオンについて少しお話しします。アンテロープキャニオンには3種類あります。アッパーアンテロープキャニオン、ローワーアンテロープキャニオン、そしてキャニオン X です。私は3種類あるなんて全く知らなかったです。ツアーを選ぶ際には3種類のどこなのかを確認した方がいいです。行った後に見たかった景色と違ったなんてことにならないようにしてください。それぞれの特徴を調べるとこんな感じらしいです。あくまで参考ですが、アッパーアンテロープキャニオンは定番のルートで幻想的な光のビームが魅力だそうです。平坦で歩きやすいということです。今回私たちが選んだ場所です。次にローワーアンテロープキャニオンです。階段で地下へ降りる冒険ルートです。迫力ある波打つ岩肌が魅力ということです。階段やはしごがあるので、アッパーアンテロープキャニオンほどの歩きやすさではないかもしれません。
この後、入り口付近をバスで訪れます。最後に、キャニオン X です。近年公開された新エリアで、奇岩と静寂が魅力だそうです。アップダウンがあるようです。ここはアッパーやローワーに比べて混雑しないようです。詳細は書籍やネットなどで見てみてください。私たちのバスツアーには、アッパーの参加者、そしてローワーの参加者が乗車しています。行き方としては、まずローワーに訪れてローワーの参加者を降ろし、その後残った人でアッパーを訪れる段取りです。そして帰りはアッパーを出発してローワーの人を迎えに行ってラスベガスへ帰ります。ローワーアンテロープキャニオンに到着です。ホースシューベンドからは近いですね。だいたいバスで15分程度でした。それなりに人がいます。入場の順番待ちをしている人たちです。やはりある程度順番待ちはあるようです。建物内にはショップがあります。食事スペースもあります。建物の中で過ごせるようですね。ローワー見学の人を降ろしたので、これからアッパーアンテロープキャニオンへ向かいます。アッパーに到着しました。ローワーよりは人はいませんでした。このトラックに乗って見学場所まで移動します。とてもガタつくのと砂がすごいです。マスクあるいはバンダナは必須ですね。ついに到着。動画は撮影禁止です。ここからは写真で紹介します。光に照らされる模様がとても不思議な空間です。触ってみると砂を強く圧縮して固めた感じです。足元は砂なのでとても柔らかいです。この模様何に見えますか？時計回りに反転するとハートです。人が立つとこんな感じに撮れます。これはアリゾナサンセットとガイドさんが言ってました。光の差し込みで見える模様が綺麗です。記念の一枚です。ガイドさんが撮ってくれた一枚です。これはドラゴンアイと呼んでいたと思います。出口です。いやー、自然はすごいなって思いました。今回来れてよかったです。それにしてもすごい景色です。それではラスベガスに戻ります。朝も早かったし、少し疲れましたね。ラスベガスに到着しました。ホテルに戻って夕食を食べに行きます。うっすらと暗くなってきましたね。少し散策しながら夕食に行きます。この装飾すごくないですか？本当にホテルなのかと思ってしまいます。天井の絵も素晴らしいです。中庭に出てみました。ライトアップされて綺麗です。レストランを探しに館内へ戻ります。カジノゾーンに来ました。フードコートは賑わってますね。フードコートの奥に何やら案内があります。ここは何だ？隠れ家的な店のようです。どうやらバーですね。雰囲気が良さそうですね。
こちらもバーですが、誰がカクテルを作るのかというと、宇宙人ではなく、このロボットですね。動いているところが見れなくて残念。グランドカナルまで来ました。いろんなグッズのお店があります。レストランもありますね。このレストランも良さそうですね。広場まで来ました。時刻に合わせて空を暗くしています。すごい演出ですね。このイタリアンのレストランで夕食にします。席に着きました。テラス席の一番端です。いつも通りのビール IPA です。奥さんはマンゴー系のカクテルです。これは何？パンですね。サーモンのラビオリです。とても濃厚な味で美味しいです。キノコのリゾット。キノコとチーズの味がとてもクリーミーで美味しいです。お腹いっぱいになりました。また少し散策します。これはなんとドバイで行ったレストランミロスです。ラスベガスにもあるんですね。もしよかったらドバイ旅行編を見てみてください。オズの魔法使いのディスプレイですね。スフィアで見れるようです。姉妹ホテルのパラッツォまで来ました。ベネチアンからは外に出ずに内部の通路で行けます。ここはパラッツォのフロントデスクですかね。建物がベネチアンより近代的な雰囲気です。たくさんの高級ショップが入ってます。高級な和食レストランのようです。高そうなお酒が並んでいます。おー、すごく高級そうです。これはまさかの寿司サンバです。こちらも良ければドバイ旅行編をご覧ください。外に出ました。まだまだ多くの人が行き交ってます。夜のスフィアを見てそろそろ部屋へ帰ります。それにしても楽しい一日でした。朝早かったので明日に備えます。実はベネチアンは今夜が最後の宿泊です。明日は別のホテルへ移動します。次のホテルはぜひ泊まりたかったホテルなんです。いよいよラスベガス最後のホテル、楽しみです。